こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くこんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はゆきこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあゆきこさんについて自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。プロップスタイリストの菅野由紀子と申します。プロップスタイリストというのはフードとかインテリアの分野でライフスタイル提案のスタイリングをするお仕事です。例えばレシピ撮影で食器とか小物とかを用意してより美味しく見えるような空間を作ったりとか、皆さんが何気なく見ているウェブサイトとか雑誌とか、私がスタイリングした写真とかを見かけているかもしれません。はい、というわけで今回紹介させていただくこちらのご自宅が 1LDK そうですね。ということで、はい。かなり間取り的には変則的な間取りですよね。だいたい何畳ずつぐらいスペースはあるんですか？リビングとダイニング両方で20畳あるかないかぐらいで、ベッドルームが多分7畳ぐらいかなと思います。少しゆとりがある感じですね。というわけで、今回なかなか個性的なご自宅だと思うので、ちょっとそのあたり詳しくお話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず最初じゃあこのご自宅のコンセプトからちょっとお尋ねをしていきたいなと思うんですけど、ご自宅はご自身でデザインを考えて住んでらっしゃるみたいな、ね。そうですね。はい。はい、テイストとしては自分が好きな海外のお部屋とかの写真とか、ホテルとかカフェとかのに行って写真撮ったりとかして詰め込んでるんですけど、パリのアパルトマン風みたいなところもあったり、でも意外と黒とかグレーとかの色とかも使っていたりして、武骨なテイストもちょっと入っていたりっていうのがミクスチャーしたようなお部屋作りをしています。はい、あと間取りが結構変わっているので、一部屋が広かったり間仕切りで明るく作っていて、開放感のある明るい部屋っていうのが私の希望だったので、そこはすごくこだわったところです。まずは奥の寝室から紹介をしていただこうかなと思います。じゃあちょっといいですか？はい、こちらが寝室になります。というわけで、じゃあちょっとここから寝室のお話を聞いていこうかなと思うんですけど、寝室はどんなところをまずこだわって作られましたか？そうですね。そもそもこの間取り自体ちょっと変わってるんですけど、この黒い間仕切りのある部分ってもともと壁で覆われてた部屋なんですけど、それを全部リノベーションでスケルトンにして、こういうクリアな間仕切りで仕切るようなお部屋にしています。これ自体が結構アクセントになっているんですけど、ベッドルームの中はクローゼットも白くて、今ベッドリネンも白くてっていう感じで、明るく清潔感のあるトーンにしてます。じゃあちょっと細かいアイテムの話を聞いていこうかなと思うんですけど、まず照明とサイドテーブルですかね。はい。ちょっとお尋ねしたいんですけど、そうですね。購入されたものですか？これ意外とチープで、どっちも IKEA なんですけど、IKEA のサイドテーブルと、あとこっちも IKEA の照明で、実は家に置いてある家具とか小物とかが撮影のお仕事で使ったプロップだったりとかもするんですけど、置いてみたら結構馴染んだのでそのまま使ってます。でやっぱり真鍮の部分と白いっていうのが、クローゼットとかも白に真鍮のドアノブだったりするので、意外とね統一感が取れてて安いものだったけど良かったみたいな感じで使ってます。確かに素材感とかはい雰囲気はなんかうまく統一感が出て、はい。ベッドについてちょっとお尋ねしたいんですけど、高さとかって何かこだわりとかはあったりしますか？はい、家でお仕事することが多くって、物が多い家なので、
ベッド下にも収納を作りたいと思ったので、ちょっと高さがあって下に今仕事で使うものを、多分手前の方とかは料理撮影とかで使うリネン類とかをワイン箱とかに入れて、ギリギリ見えてもおかしくないような感じで収納していたりします。こちらのベッドの手前側って言ったらいいですかね、カゴとスツール。そうですね、これ部屋着とかそのままポーイって部屋に置いてるとちょっと雑多な感じに見えるなと思って、なんかしまいつつもインテリアになるみたいなものが欲しいなと思って買ったカゴなんですけど、青山の雑貨店かなんかで買ったやつですね。うち結構意外とこういうトライバルっていうか民芸っぽいものとかアフリカっぽいやつとか、意外とそういう小物とかもあったりします。混ぜてたりします。でこれはソファーの近くにあったサイドテーブルなんですけど、今ちょっと模様替えとかをしたのでこちらに一時的に置いてみたら、意外とこう帰宅した時に着替えてとか言った時になんかちょっと置いたりとかするのに便利だったりしたので、そのまま置いて使ってたりします。確かに高さ的にもなんかそうちょっとこうつけてるものとか外してとか一旦置いてみたいな、こうちょっとした一旦置けるもの、スツールとか一旦置ける場所って意外と家の中にあるとね便利だったりします。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとまた奥の方に少し移動してお伺いしようかなと思うんですけど、こちら奥は化粧台というか。そうですね、ドレッサーを自分で作っておいてます。ドレッサーはなんかアイテムこだわってるものとか。そうですね、こういう感じでいつも座ってお化粧したりスキンケアしたりしてるんですけど、市販のいわゆる売ってるドレッサーみたいなのがあんまり自分の好みのものがなかったので、アンティークのデスクとそれに合わせて、これはアンティークじゃないんですけど、アントリーっていうショップでアンティーク風に作られたミラーを買って組み合わせてドレッサーっぽく作ってます。これは自分で手書きで書いたポスカとかって書きました。ハマりましたね。そう、まあこういうのね楽しんで使ってます。うちヴィンテージの家具ちょこちょこあるんですけど、だいたいヤフオクとかで買ってますね。意外と掘り出し物があってお手頃だったりするので。アンティークが欲しい方、一旦そうです、ヤフオクを見ていただく。意外とヤフオクにあるっていうこれ椅子も多分なんか椅子は多分目黒かなんかのヴィンテージショップで買って、もともと赤かったんですけど、それを白く自分でペイントして使ってます。でも結構粗いんですけど、でももともと買ったお店でも元の持ち主とかも多分青い椅子に赤いペイントしてますよって、でもそういうものですよみたいな言われて、だからお客様も飽きたら色変えたらいいですよなんて言われて、そんな話したことも覚えてるんですけど、まあ自分でペイントしたりして、ちょっとこう下がムラが残ってるのとかも可愛いから、そのままそういう感じで使ってます。なるほど、ありがとうございます。はい。続いてじゃあキッチン紹介をしていただきたいなと思います。キッチンはまずどんなところにこだわりましたか？キッチンは使い勝手がいいものが良かったので、実は中に入っているキッチンは日本のメーカーの普通のコンロとか食洗機とかだったりするんですけど、見た目はやっぱりちょっと普通の一般的な日本のキッチンじゃなくって、もう少しうちのテイストに合うようなクラシックな雰囲気にしたいなと思って建築家さんに相談したら、内蔵のキッチンは普通にキッチン入れて、外側だけ囲うように木のオーダーした扉とかをつけていったらこの見た目になりますよって教えてくださって、それで作ったキッチンになります。なのでパッと見は結構ちょっとクラシックなイメージができてるかなと思います。これ収納もすごいたくさんありますね。あ、そうなんですよ。はい。もうずっと収納の話ばっかりしてるみたいになっちゃってるんですけど、やっぱり仕事柄食器とか、食器以外のいろんなプロップとかもたくさんあるので、収納はすごくたくさん作ってもらいました。で、普通のこういうオープンなアイランドキッチンだと上の戸の中もつけないんですけども、あえてつけてもらってたっぷりにしたし、さらに外側のリビングに近い方とかはこの辺が全部収納になっていて、パントリーにしたりしています。機能性もあり、デザイン性もあるという。そうですね。はい。両立されたキッチン。はい。ということで、食器がお好き。あ、そうですね。ということで、どこに今収納されてらっしゃいますか？はい。ちょうどこの後ろに全部入ってて、
こんな感じで上から下まで全部両方こう食器がざーっと入ってる感じですね。いろんなジャンルの食器があるんですけど、日本の作家さんとか民芸っぽいものもあれば、ヨーロッパのアンティークとかもあれば、業務用みたいなものとかもあるしとかいろいろありますね。こっち側だけじゃなくてこっちも全部すごいですちょっと家電も入ってますけど、まあでもほぼみたいな感じ。こっちはグラスとかが多かったり、カップとかも結構いろんな種類があったりして、カップつい買っちゃいますよね。買いがちだったりしますけど。食器とかを購入される際は、例えばブランドでよく買いに行くお店があったりとか、何かあったりしますか？そうですね、これ職業柄なのか自分のあれなのかわからないんですけど、結構好きなものがすごいテイストがたくさんあるんですよね。買いに行く場所とかも、買っているものとかもこういうタイプしか買いませんみたいなのよりはいろんなものを買っていて、よく行くお店もあるんですけど、例えば代々木上原のアエルさんとか蔵前のデプスさんとか品揃えもよくて、お店の方とかもすごくいい方でよく通ってるギャラリーもありますし、逆に飲みの市とかに行って自分で掘り出し物を探すみたいなのも好きですし、あとは作家さんとかを結構追ってる、この人いいなっていう作家さんとかがいたらチェックしてて、行ける個展があれば行くとか、もういろんなパターンがあります。というわけで、今回はちょっとゆきこさんに3点お気に入りというか、最近のお気に入りです、はい、選べなくて膨大な食器からしていろいろ選んでいただいたんで、ちょっとじゃあ順番に紹介をしていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、今年買った中でちょっと特にお気に入りっていう感じでご紹介します。でこれ1つ目が野口英知さんっていう鹿児島で作陶されている作家さんの器で、昔から結構気にはなってたんですけど、なかなか個展行けなくて、今年やっと行けてご本人にも会えたんですけど、なんと緑から黒みたいな絶妙な、すごい質感ですね。そうなんで、ちょっとゴツゴツしてる質感とかがすごいかっこよくて、デンマークの有名なレストランのノーマっていう世界のレストランとか何十みたいなのにも選ばれてるような有名なレストランとかでも野口さんの器使われてるぐらいすごく有名な方なんですけど、ご本人はとっても控えめな謙虚な方で素敵な方でしたはい、すごい大事に使ってます、はい、もう一つはコロナ禍で結構飲みの市とかって大きい規模の陶器市とかってストップしてた時期とかもあったんですけど、最近やっぱり復活してきていて、先日東京飲みの市に行って買ったのがこのお皿で、フランスのいつぐらいなのかな、これちょっと時代はわからないんですけど、アンティークの絵皿なんですけど、この赤の絵皿が結構持ってなかったので欲しいなと思って買った絵皿です。これどうやってあれなんですかね？これはね、多分転写だと思うんですよ。書くタイプもあるんですけど、手書きだと結構高くて、これそんなにねお手頃だったから多分転写だと思う。転写ってこうプリントするみたいな感じですね。だと思います。でも可愛いから気に入ってます。はい。で、もう一つが石川隆二さんっていう作家さんのマグカップで、このもまた何とも言えないこう色というか質感というか感じなんですけど、何気なくこう部屋に置いててもちょっと佇まいがよくって、よく今一番使ってるマグカップですね。で、作家さんとしても結構積極的にインスタとかで発信されている方で、器ってただ使うだけじゃなくて作ってる人のバックグラウンドとかそういうのも含めてめでるというか楽しみがあるので、アーティストですからね、一人一人が、そういう意味でも個性があって素敵な方です、はい、作家さんで積極的に情報を発信されてるってなんかちょっと珍しい感じもちょっとしますね。そうですね、割と作るのが好きな人控えめな方が多いんですけどすごくお話しするのも上手で、届け方とかもすごく展示会のやり方とかいろいろ工夫されてたりとか、新しい世代の作家さんっていう感じがすごいする方ですね。はい、ありがとうございます。はいはい、続いてじゃあダイニングスペースを紹介していただきたいなと思います。まずダイニングスペースはどんなところにこだわりましたか？はい、うちが東南の角部屋で窓が多いんですけど、実はここだけが唯一の大きな壁になっていて、どうしてもアクセントウォールをつけたかったので、グレーの壁っていうのが一つ大きなポイントになってます。イノベーションした時のポイントですね。
どちらかというとベッドルームとか真っ白で女性的な感じなんですけど、この辺の空間は男性的なアイテムというかテイスト、色とかも黒とかグレーとかを結構使っていて、そういう感じに変えてます、はい。というわけでまずこちらの壁面のねアート作品たち、はい、ちょっとそういったところからお尋ねしていきたいんですけど、はい、まずお写真がそうですね、はい、これについてちょっとお話をお尋ねしてもよろしいですか？なんか壁のデコレーションしたいなと思って、これは自分で撮った写真を額装してもらったやつだったりするんですけど、でもなんか絵ばっかりいっぱいありますみたいな感じになるともう四角いものだらけみたいな感じになって、ちょっと家の空間としては和まないので、デコレーションを少しずつちょっと増やしたいなと思って、逆側の壁とかは絵じゃない飾り方としていつもかぶってるのとかこのままこう飾りとしても使ってるみたいな感じにしてます。でこのコーナーが全体的に自分の好きなものを集めたコーナーみたいになっていたりして、それからこっち側がすごい大きいウンベラータなんですけど植物があって、これでもやっぱり植物ないと結構そういう部屋の飾りとかで抜け感がないっていうか作り物感が出ちゃうので、やっぱり生き生きしたものが入るとすごいいいんですよね。その奥にある壁もちょっと飾りをしてるんですけど、これ私が旅行したこれ例えば今年行った奈良ホテルのステッカーとか、友達と撮ったチェキとか、好きなブランドさんのカードとか、好きなポッドキャストさんとショップカードとか、なんかいろんなそういう好きなものわーってペタペタ貼ってちょっとデコレーションにしてます。こういうちょっとずつ雑多なんだけどなんとなく統一感あるみたいな感じになるように今頑張ってちょっと壁のこの辺の空間作りをしてます。わかりました。そしたらあとはこちらのじゃあメインスペースのお話を聞いていこうかなと思うんですけど、はい、ダイニングテーブルからちょっとお尋ねしてもよろしいですか？はい、このダイニングテーブルは素材のテーブルになって味がある感じの木なんですけど、でもヴィンテージじゃなくてアクタスさんが当時出してた素材は古材なんだけど、プロダクトとしては新品みたいなものでつけて、これいいじゃんってなって買ったんですよね。でちょっとここに収納とかも実はねでちょっとねぐちゃぐちゃなんですけど仕事用の資料とペンケースとか入れてて、ここでご飯食べるだけじゃなくて仕事とかもしているので、見た目だけじゃなくて実用的にも便利なテーブルです。で、あとはこちらの上のペンダントライト、そうですね、この照明、ヴィンテージっぽい感じですけど、そうなんです。これもヴィンテージっぽいんだけどお店のオリジナルのプロダクトで、多分目黒通りにあるポイントナンバー13、8か9かちょっとごめんなさい、お忘れてしまったって感じなんですけど、アメリカンヴィンテージっぽいのかな。ヴィンテージの商品も扱ってるしオリジナルのプロダクトもされているお店があって、でそちらで購入したものです。でやっぱりちょっとこういうインダストリアル系の照明が欲しいな、ここの空間にはちょっとアクセントになるような照明があった方がいいなと思ってつけてもらいました。あとはこちらのダイニングテーブルには椅子が4脚、はい、あります。これもまた全部違う椅子ですもんね。そうですね、はい、これも初めからダイニングテーブルのコーディネートするなら椅子全部変えたいなって思ってて、自分で一個一個選んで組み合わせたものになります。ちょっと順番に椅子についてもお伺いしてもよろしいですか？はい、奥の照明とかもちょっとずつ黒いものとか結構この辺は多いんですけど、この中のちょっと締め色みたいな感じで椅子もちょっと黒いタイプのこの椅子とかも買って、これ結構座り心地よくて好きなんですけど、あとその最初にお話ししたようにテイスト的にちょっと男性的な感じにもしたかったので、外で使うようなねこういうタイプの椅子とかも組み合わせてます。で素材感とか色とかをちょっとずつ変えて組み合わせてて、多分どっちも芝浦の方の店舗重機とかを扱っているようなプロ仕様のインテリアショップで、デモデビショップさんかな。であとこっち側ですかね。これも座面が黒とかでやっぱり黒黒でちょっとこう締まる色を繰り返してるみたいな感じで、違う形なんだけどまとまるみたいな雰囲気にしてますね。で最後はこれは、ヴィンテージのチェスカチェア。チェスカチェアすごい今流行ってますよね。なんかよく、見かけますけど、新品のやつよりちょっと昔のやつがいいなと思って
買いました。ちょっと今ねここね壊れちゃったんだから修理しないといけないんですけど、でもこの傷とかがあるのが逆になんかその年月を経て今うちにあるみたいのもいいなと思って、ピッカピカのものばっかりだと家が落ち着かないから、逆にそういうのがある方が私は好きで使ってます。はい、こちら下にはい、ラグですかね、はい、それが2枚敷いてあると思うんですけど、この辺は何かこだわってセレクトされたんですか？そうですね、夏場とかはここ下敷いてないんですけど、今ちょっと冬で寒いのでラグ敷いてて、もっと欲しいんですよラグ本当はもっと欲しくて 2,3 枚重ねておくみたいのが可愛いなと思ってて、で今あるのはモロッコ風ラグみたいなやつとヴィンテージのラグで赤いものとかをちょっと重ねておいています。ありがとうございます。はい、続いてじゃあスペースを紹介していただきたいなと思います。はい、まずじゃあこだわったポイントからお聞きしたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたか？はい、うち、リビングがっていうか全体的に全部扉を開けたらワンルームみたいなつながってる空間なんですけど、リノベーションした時にすごい床に実はこだわってまして、これが、ヘリンボーンっていうこういう組んでする床のスタイルなんですけど、それがどうしてもしたくて、割とリノベーションの最初のご相談した時も絶対これは入れたいですって言って初めに決めた内装の部分でした。ちょっとね高かったんですよですけど、リノベーションってもうやりたいことやればやるほどどんどん高くなっちゃうので、ヘリンボーンの床やりたいです、アクセントウォールはしたいですとか、なんかいくつかこう絶対入れたい要素とかは先に決めて、じゃあここはもう諦めようとか、ちょっとそういうバランスをとって決めてきましたね。これはすごいこだわりです。奥のテレビ台の方ですね。はい。からちょっと聞いていこうかなと思います。はい。なんかテレビ台が結構まだ迷ってるというか、まだ探してるぐらいなんですけど、普通のテレビ台買っちゃうとこの家の雰囲気に合わないなと思って、でリンゴ箱を買ってリンゴ箱をザーッとこれ並べています。下は、本棚みたいにして自分の出たやつとか資料とか、あと逆に要所とか、本だけずっと並べてるとちょっとインテリアとしてつまんないというか圧迫感があるなと思ったので、グリーンとかちょっとした雑貨とかも混ぜて、ディスプレイっぽくしています。お仕事の本だったりそういったものがある。そうですね、はい、この辺結構特にそうで、ちなみにこれが私が仕事で関わったやつとかで鍋を買うとついてくる同梱物のレシピブックなんですけど、すごいかっこいい、こんな感じ。パラパラこんなに分厚いんですね。しっかりしたやつで、この鍋私も使ったことあるけどすごい軽くてよかったです。そんな感じ、実はさりげなく私の仕事のやつも混ぜてるみたいなね、あったりもしますね。はい。向かい側のソファーの方ですかね。ちょっと聞いていこうかなと思うんですけど。はい。でこのソファーはヴィンテージっぽく見えるんですけど、ではなくて、インポートの、ブランドのソファーです。セローテアンティークスかな、千駄ヶ谷とかにある、お店のグループのお店とかで買ったような気がします。ちょっとねインポートだから結構大きいんですよ。確かにこれ一応2人掛けとか180ぐらいあるのかな、横とかで2人3人掛けぐらいとかの結構大きめなんですけど、私が海外ドラマとか映画が好きでネットフリックスとかつけてくるなって見てるっていうそれだから寝っ転がれる結構広いソファーですね。でこの辺でちょっと本読んだりとかしたりとか、ちょっと休むスペースみたいな感じで使ってます。この照明も同じお店で買って、これはインポートの新品なんですけど、こっちはヴィンテージですね。下のとことかも結構リアルな感じで、1960年ロンドンかなのヴィンテージの照明ですね。これ下は大理石っぽいですよね。結構重いから多分本当にそうなのかな。本物がちょっと混ざるとなんか違うんですよね。ちなみに機材とか置いてるのはこれ、はい、ボビーワゴン。ボビーワゴンですね。でこれ私が仕事で使ってるカメラとか、機材とかも三脚とかなんかそういうのがガチャガチャガチャって入れてるんですけど、ボビーワゴンすごい人気ですよね。最近そうですね。で色がいろんなのあると思うんですけど、なんかうちだったらやっぱりグレーがいいかなと思って、黒だとちょっときつすぎるなと思ってグレーにしました。それで多分正解だったと思います。電源タップもなんかすごい可愛いですね。
これ可愛いんですよ。なんか今年買って結構一番買ってよかったものみたいに。これすごいなんかギターアンプみたいな、なんかレトロな見た目で消したりつけたりとかしてできるんですけど、可愛くて、なんかもっと大きいサイズのもあるんですけど、うちで使ってるのはこのちっちゃいやつっていう感じです。あとはちょっとソファーの方に少し戻る。はい。サイドテーブルみたいですかね。あ、はい。こちらのテーブルについて、これはまあテーブルというかトランクですね。はい。店舗重機でなんかこういうヴィンテージのトランクとかを置いているお店とかを見かけて、なんかこういうの可愛いなと思って真似したいなと思って、本当にヴィンテージのやつを買って、今サイドテーブルとして使ってます。うん、上にはちょっといろいろまたそうですね。はい。この辺とかは最近読んでらっしゃったりする？そうですね。なんかよく読む本とかこの辺にバーバーってこう置いてて、ちょうど今日読んでたのとかが私が今ハマってる本なんですけど、これなんか映画のプロップいや小道具を作っている人の本で、ウェス・アンダーソンの映画とかのプロップを作っているスタイリストさんの本なんですけど、すごい分厚いんですけど、なんか中とかもすごい可愛くって、実際にこう自分が同じような仕事をするかっていうと映画の小道具とかやらないんですけど、こういう色合わせいいなとか、こういうデザインいいなとか、こういう写真の撮り方いいなみたいなのが参考になるので眺めてたりとかします。ありがとうございます。続いてこちらのスペースを紹介していただきたいんですが、ここはどのようなスペースですか？はい、ここパウダールームになってます。で、ちょっとちっちゃいスペースなんですけど、リノベーションの時にやりたかったこととかが結構ここに詰め込まれてたりするのでご紹介できればと思います。はい、ここ結構タイルとか白タイルですか？そうなんです。これが本当はキッチンでタイルの壁をやりたかったんですけど、どうにかして取り入れたいと思って最終的にここでタイルの壁をじゃあ取り入れましょうって言ってつけていただきました。はい。あとは結構真鍮っぽい。そうですね。結構他のスペースでも繰り返しているパーツというかにはなるんですけど、こういう真鍮で丸い照明をつけたくて、ちょっとカフェっぽい感じというかにしてます。鏡も丸いミラーつけていて、よくホテルとかカフェとかにあるような洗面のスペースみたいなのをちょっと真似てるっていう感じですね。あとはこちらにちょっとした飾り棚があります。この辺はどういったものを置かれてるんですか？はい、結構ボディオイルとかヘアオイルとか、お風呂上がってすぐつけるようなものとか、いい香りのもの、香水とかも置いてますし、あとはちょっとこう身につけるもの、メガネとか時計とかジュエリーボックスみたいな感じ、もうガチャガチャですけど入れてたりとかします。でここで身支度していくみたいな感じですね。アクセサリーとかって何かこだわってたりとかなんかあったりしますか？そうですね。なんかすごい好きなブランドがあるというよりは、器が好きなこととも関わってくるんですけど、結構個人のクリエイターさんというか作家さんから、買ったりすることが多くて、今ちょうどこうつけてるイヤーカフとかも実はこれ個人の作家さんなんですけど、なんとこのガラスの方はガラス工芸で普通に飲むグラスとか食器とかのガラス製品を作ってたりする作家さんだったのジュエリーだったり、この上のイヤーカフのこれも土物の陶芸家さんの作品だったりとかします。意外とそういう趣味がつながってたりします。ハンドソープとか香り系のものもなんかいろいろあると思うんですけど、そうですね。この辺はなんかこだわりありますか？なんかうちやっぱりこう仕事場兼務みたいなところがあるので、来客も多いので結構香りのいいアイテムとかハンドソープとかはよく皆さん使われるし、見た目も可愛いものとか選んだりしてますね。これハンドソープはどちらのなんですか？これなんかね、オースティンって海外のブランドですごい可愛いんですよ。イラストがおしゃれで香りも良くて大好きなハンドソープです。でこの洗面ボールも結構ね広めなんですけど、海外のカタログから選んで自分でこれがいいですって言ってお願いしてつけてもらったもので、このノブのとことかすごい可愛いんですよ。ちょっと海外のホテルみたいな感じで、ここホットとコールドって書いてあってすごいこの筆記体もすごい可愛くて
結構お気に入りのポイントです。うん賃貸で暮らしてた時にここが洗面の下のスペースが空いている家に住んでいて、むき出しでこう配線とかがあるのが逆にかっこいいなって思ったので、そのままにしてもらって、はい、感じにしました。それもちょっとこだわりポイントです。ちなみにここのパウダールームは奥に扉とかもありますけど、これってどういう風になってる？はい、実はこれちょっと開けるとつながってて、全部 A が、はい、これでじゃあ一周してぐるっと一周できるように、はい、なってます。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでゆきこさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっとお話を軽くお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋を言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなそうですね、ところをお聞きしたいんですが、いかがでしょうか？はい、なんかやっぱりリノベーションしてわざわざ建てたお家なので、自分のこだわりが詰まってるんですけど、一つは本当開放感があって明るくて広々していることと、ちょっとパリのアパルトマン風のなんかクラシックな感じがある家っていう。でもその中にちょっとずつ遊び心があったり、もう少し違うテイストをミックスしてたりする家になります。で何よりもやっぱ私にとってはただその住まい、その生活空間っていうだけというよりは、仕事柄もあってここで仕事をしてるっていうこともありますし、インテリアも一つ私の仕事のジャンルの一つではあって、なんかここでいろんなデコレーションをしてみたり模様替えをしてみたりして実験する場所みたいな感じにもなっています。このなんかいわゆる海外っぽさというか、これはなんかもうリノベーションじゃないと出せない領域ですよね。そうですね、はい。なんかちなみにこういう普段インテリアなんか購入される際によくチェックする、例えばなんかお店さんだったりとかよく買いに行くエリア、なんか街とか、なんかそういったものとか何かあったりしますか？そうですね、やっぱり大物家具とかだとやっぱ目黒通りとかにすごくお店集中してるので、もう足で稼ぐじゃないですけど行ってみてみたいな、何キロぐらいずっとありますもんね。もう1日かかっちゃいますけど、そんな感じですね。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあ最後にゆきこさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければと思います。なんか今日ご紹介したような、お家の写真とかもたくさん載っているので、私のインスタグラムの方、ゆきこ YUKIKO130 なんですけどを、もしよかったら見てください。はい。基本的には、ライフスタイルとかそういったそうですね、カテゴリーの発信ですよね。はい。気になる方はぜひゆきこさんのインスタグラムチェックしてみてください。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはゆきこさんでした。はい、ありがとうございました。さよなら。